現状ですね、何か問題があるっていう時にそれを解決するための重要な鍵が3つあるということをぜひ皆さんに覚えていただきたいんですね。心身の疲労に悩まされている40代の男性からのお悩みです。この方はどうも建築の関係の仕事をしていらっしゃる方みたいですね。で、現場作業をなさってる、大工さんなのかな、ちょっとそこまで詳しい話はなかったんですが、こんなお悩みです。40歳ね、40歳になってから40代の呼び声を聞いてから一気に体力が落ちてきた気がすると。で、最近作業途中に20代30代の時だったら仕事終わるまである程度ね多少疲れたなと思っても無理が効いたんだけれども、最近はその疲れがどんどん溜まっていって体が重くなって、で作業の途中に時々座り込んでしまうこともあるっていう。で、一日の後半になってくるとですね、もう本当にそれが如実に顕著に出てきてしまうっていう。で、自分はねそうやってサボってるつもりもないんだけれども、なんか怠け者になってしまったんじゃないかと、怠けてるんじゃないか。でまたその現場の作業がなのでね、当然その機械を使ったりとか危険な道具を使ったりしますよね。なので危険作業も伴うので、なんとか今の状態っていうものをなんとかしたいということですね。そんなお悩みをいただきました。で、この方に限らずやっぱり仕事自分の年齢が上がってきて仕事の作業量も増えてきて、で、本当に最近疲れが抜けない、寝ても寝ても疲労が抜けないとかね、このままだんだん年を取ってくる。でそれに対しての作業量っていうものがどんどん増えていく、仕事の量が増えていく、やらなきゃいけないことが増えてくる、責任も重くなってくるっていう中で非常に仕事と、自分の体力的な問題、精神力的な問題っていうものをですね、漠然と悩みとして抱えてらっしゃる方っていうのは多い気がします。で、この方の場合もですね、やっぱり結婚なさっててお子さんもある。で子供がまた新しい子供が生まれて、で、家庭的にも父親として何とかしなきゃいけない、頑張らなきゃいけないっていう。で仕事の現場でもだんだんともう新人ではないのでね、中堅クラスとして新しい子たちの教育もしなきゃいけないし、また責任のある役職とか仕事というものも増えてくるし、長いことある程度勤めているのでお客さんの信頼もついて、もうすごく自分の使命みたいなものも増えてきたりとかで、とにかくね抱えてることがやっぱり多くなっていっちゃう。でそこに、気力と体力がついてこないっていう状態、でこの先、今はまだなんとかいいけれど、この先を考えた時に非常に不安がある。このまま働き続けられるのかっていう不安がある。でそんなお悩みは本当この方は一例であって、ものすごくたくさん私のもとにも寄せられてきます。仏教の教えにですね、精進という言葉があります。精進で、この言葉はおそらく聞いたことがある人もあると思いますね。精進する、ね。でこの精進するっていう言葉は一般的になんか頑張るっていうような意味合いで取られている、そう理解していらっしゃる方も多いと思うんですけれども、実はその精進という言葉、仏教の精進という言葉はですね、楽しい努力をするという意味なんです。働くっていうのはまさに精進する、自分の修行っていうのは精進なんですけれど、これは、苦しい努力であってはいけない、むしろ楽しい努力じゃなきゃいけない
という教えが実は精進なんですね。で、やはり40代50代家庭もある、それから仕事の量も増えてくるって一番やはり大変な時期、苦しい時期だと思うんですけど、だからこそ楽しい努力をしていただく必要があります。で、多くの方がですね、だんだんやっぱり体力がなくなってきた、ね、気力が落ちてきた。それは私自身もやっぱり年齢が上がってくるとですね、以前はできていたようなペースで同じような仕事ってできなくなっていくんですけど、そうは言ってもエネルギーがあるのが人間です。実は私たち人間というのは自分たちが思っている以上にものすごいエネルギーを秘めています。ですから意外にですね、ずっといろいろそういった方々のお悩みを顔つき合わせてですね、ずっと話聞いていながら、私が本質的なところへ結構切り込んで質問をしていくと、意外にですね、仕事もある、ね、それから、家庭も大変だって言いながら、意外にですね、キャバクラに行ったりとか、遊びパチンコに実は行く時間があったり、そういったことも楽しみで自分のね発散をしなきゃいけないというところもあると思いますけれども、そのキャバクラに行ったりパチンコに行くのがいいとか悪いとかって話ではなくて、実は大変だって言いながら何かしらストレス発散と生じて言いながら、別のまた体力とかエネルギーを奪う動きをしてるんですね、意外に。それとか、もっと言うとですね、そういった精神的なストレスとか、ね、肉体的な疲労っていうのが溜まってくる。でそこで、そういった別に遊びに行くっていうことの余裕もないと言いながら、家に帰って例えば奥さんとかとですね、喧嘩が増えたっていう方がやっぱり意外に多いです。で喧嘩でね、体力がもうなくてくったくたで精神的にも疲れ切っているはずなのに、なんだよ俺だって一生懸命働いてんだって言ってね、お前なんか家庭でね、家にいるだけのお前には分からんだろうみたいなことですごい喧嘩なさったりするんです。でね、喧嘩をするってすごいエネルギーなんですね。で本当にいざねカチンとくるとものすごいイライラしてぐわーっと怒ったりとか、体力をまた消耗することをなさったりしてるんですね。だから自分が疲れたと思っていながら、実はエネルギーがなくなった、体力がなくなったって言いながら意外にあるもんなんです。で、だからこの精進、ね、実は私たちはですね、結局かなり体力があって、実はかなり精神力も本来はあるんですけど、苦しい努力、大変な努力を続けてるからものすごいスピードで疲労していってしまうんですね。本来人間として持っている、エネルギーとか本来持っている体力っていうことを実は効率よく使えていない、あるいは自らその疲労度が余計深まっていくような、疲労度が高まっていってしまうような方向に、自分の心を使い言葉を発しそういう動きをしているということがですね、ますますその疲労というものを高めていってしまうということになります。で、スポーツ選手に例えると分かるんですけれども、スポーツ選手とかね、私たちが持ってる以上にものすごいトレーニングして肉体的に疲労してっていうことがありますよね。でもやっぱり精神的なバランス、肉体的なバランスっていうものを考えながら、やっぱり同じ努力が苦しい努力を続けている人と楽しい努力をしている人、これはですね本当に大きくそのパフォーマンスにも影響が出てきます。同じ技術、同じ練習環境、同じなんでしょうね、ような条件の中でもやっぱりそのパフォーマンスに、それが苦しい努力だった人と楽しい努力を続けてきた人と、そのやっぱりね、苦しい時にこそその状況が出ます。でスポーツ選手、私なんかでしたらですね、空手をずっとやっていた、今もやってるんですけど、やっぱりですね、